アリさん、今日よろしくお願いします。お願いします。はい、お久しぶりですね。お久しぶりです。はい。何ヶ月ぶりですかね。そうですよね。撮影で乗るのはね、結構お久しぶりです。前にね、もみじの話してたと思うんで、はい。10月終わりとか11月ぐらいだったと思うんで。雷リサさん行きましたよね。あ、行きましたね。はい。すごい、結構大きい。なんか。おお、すごいですね。違いますね。うん。今日はちょっと愛理さんと一緒に亀戸の方に来てます。はい。急に声かけさせていただいて、はい、対応いただいてありがとうございます。ありがとうございます。初上陸。はい。あ、ここ？ここを曲がる感じか。おお。混んでるな。よし、じゃあちょっと行ってみましょう。ちょっと今日ちゃんと参拝が多分できないんですけど、ちょっと雰囲気だけ、はい、皆さんにちょっとお届けできればと思います。有名なんですね、こんな道が。すごいですね。そうそう。そこはなんか富士祭りっていうのを今やってるらしくて。そうですね。すごい。おお。橋渡って入るんですね。あ、なんかそう、赤い橋を渡るみたいな。あ、船橋屋さん、ここにもあるんですね。あ、くず餅。ちょっと後で買ってみましょうか。はい。飲む乳酸菌一番欲しいかもしれない。おお、すごいな。うん、すごい。よいしょ。じゃあ、はい。ここに書いてある通りね、この6種類あってる中になんかお祭り感がありますね。お客さんにね、色だけ選ぶ。うわ、すごいぞ。ここ結構すごいですね。いいですね。お足元気をつけください。はい。ここを登るのがね。ちょっと登ってみますか。せっかくなんで。はい。すごい。富士って海外にもあるのかな。ああ、なんていうんですかね。なんか日本のイメージですよね。富士と桜って。なんか鬼滅の刃とか見てると多分出てくるんで、海外の人も知ってる人はいると思いますね。桜とかはチェリーブロッサムっていうよりも、桜って言った方があーってなることが多いです。そうなんですか。おお、すごいな。ここすごいけど人がすごいな。そうですね。やっぱ綺麗なところに集まりますね。うん。おお。なんか池があって。すごい、みんな写真撮ってる。あ、すごいすごい、こんな感じか。これ行けるようになってるんですね。こっちとか。おお、本当だ。ぐるっと回る。なんか迷路みたいになってる。富士の花で。うん。この先になんか本殿がありますね。うんうん。いいですね。すごい長いですね。ここ長い長い、本当だ。あ、すごいいい香りがしますね。そうですね。富士の花の。うん。ラベンダーっぽいですね。なんか。本当だ、確かに。ラベンダーの匂いみたい。あ、めちゃくちゃいい匂いする。すごいすごい。つけたいです。すげえ。
似合うよ。たくさんも来てるね。頑張ってね。あ、ごめんなさい。この赤と富士のコントラストがいいですね。ちょっと、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんな感じの場所です。ね、亀戸天神。はい。すごいな。こんなに綺麗なんだ。私はしない。はっきり言って。どっち？おお。あれさん、ここすごい映えますね。おお。亀がいるのが可愛い。亀がいる？大変な。ちょっと盛り上がる。はい。おお。ペットが犬がね、いますね。アリさんすごい犬に反応しますよね。犬がワンちゃん大好きで、ふわふわの可愛い子。可愛いですよね。おお。おお、すごい。だいぶ並んでる。本当だ。ちょっと今日はちょっとはい販売はしないでちょっと近くまではい行ってみましょうか。立派ですね。本当ですね。なんか私桜のシーズンに、はい。なんかこれ亀戸天神だったと思うんですけど、なんか友達がスカイツリーと桜みたいなと神社を挙げてて、はい、どこなんだろう。ああ。亀戸天神。そうですね。おお。花も絶対綺麗ですね。うん。すごい。フロマージュ。本当だ。あ、ナレウシがいる。よいしょ。ナレウシがいます。人気ですね。ありますかね。慣れたいところ。慣れたいところ。猫背なんで背中かな。まあちょっと僕牛島神社でちょっと今日は慣れるところではい慣れます。編集とかしてると肩とそうですね。指ときますよね。うん、きます。そうなんですよ。でも学生さんもやっぱり勉強とかしてるときますよね。きますね。うん。すごい。戻りますか？はい、そうしましょう。はい、今日はちょっと2人とも初めて来る感じなんでちょっと探検してみます。そうですね、ガイドというよりはちょっと僕らの探検に皆さんお付き合いいただきたいはい。おお、すごいな。全部じゃないけど在京が多い。いきますか。はい。すごい可愛いワンちゃんが多い。犬がいっぱいいますね。今日、あ、本当だ。今日は何かがあるみたいですね。うん。すごい、結構広いですね、この中。ね。戦争ってぐらいありますかね。あ、あります、多分。敷地の広さはありますね。でも、はい。天下太平。本当だ。すごい。あなたの運勢。おお、ありますね。アーリさん、出店で食べたいやつとかあったりします？あります。ちょっとせっかくだし、いいんですか？食べれるやつ。最近何がブームですかね、出店って言ったら。出店って言ったら何かな。私は出店って言ったら地元のお祭りで食べるのが、フリフリポテトと、唐揚げと、そこら辺だったので。美味しいですよね。
海外の人が並んでるイメージだと人形焼きとかも結構、結構並んでるイメージありますね。カステラ焼きみたいなやつ、なんかベビーカステラ。そう、ベビーカステラ、そうそう、最近ですよね、あれ出てきたの。そう、最近ですよね。スーパーボールもやってました、つい最初の。スーパーボールあと金魚すくいとかも、はい、すごい怒られてた記憶あります。金魚連れて帰りすぎて。あゆね、初めて見ました。あゆ焼き、美味しそう。本物ですね。本物、いい匂いしますね。これ初めて、これも初めて。あんず飴。いっぱいあるな。いっぱいありますね。ありすぎて選べない。ベビーカステラがこの奥にありますね。はい。最近の。はい。ここちょっと入ってみます。おお。あ、本当だ。ちょっと取れるかな。はい。匂いする藤の。私、お家の家紋が富士の花なんで。あ、そうなんですか。お家に富士がある。富士の花の家紋。なんかしだれ富士っていうんですか。あと。家紋か。家紋僕知らないや、自分の家。なんか確かにお墓に何か入ってます。はい。そっか。家紋ね、家紋って多分海外だとないですよね。そうですよね。日本独特の。家紋であれですよね。多分その人のルーツがわかるんですよね。そうですよね。何なんだろう。しだれ富士。調べてみたら出てきますかね。はい、めちゃめちゃ有名な武将さんのと繋がってるかもしれないですね、愛理さん。すごい、なんか独特な。本当だ。よいしょ。椿の花もさ。本当、椿。人気ですね、ベビーカステラが。やっぱりベビーカステラ、そうですよね。人気っすね。なんかイカ焼きとかサクッと食べれるやつ買いますか？半身とゲソどっちがいいですか？美味しそう。ゲソ食べてみたいですね。じゃあゲソいきますか？イカ焼き初です。あ、本当ですか？イカ焼きをいただきます。このイカを移してもいいですか？はい、イカは大丈夫です。私が入んない。はい、ありがとうございます。イカ焼き。日本の屋台って感じですね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、こんにちは。これちょっと食べましょうか。はい。イカ焼き専門の。はい。じゃあ。ありがとうございます。どうしようかな。じゃあ、2回でいいですか？ありがとうございます。失礼します。失礼します。イカ焼きこんな感じです。イカ焼いて、これタレですね。甘じょっぱいタレがかかってます。醤油ですね。醤油ベースですね。ありがとうございます。いただきます。あ、めちゃめちゃ美味しそう。匂いが。はい。プリプリで刺さらない。いただきます。はい。すごいイカがコリコリですね。お、そうなんですね。いいですね。合います。美味しい。美味しいですよね、イカ焼き。ありがとうございます。じゃあちょっとゆっくり食べるんで、はい。一旦切りますね。はい。よし、じゃあごちそうさまでした。美味しかったですね。いいお店でした。いいお店でした。イカ焼きです。はい。結構ね、日本のお祭りに行くと大体ありますよね。イカ焼きは。定番ですよね。定番ですね。綿あめ屋さんも定番です。綿あめね。これ飴なんですよ。くるくるくる。そう、くるくる作る飴なんですよね。
小さい頃とかよく作ってます。ね、衣は好きですよね。はい。引くキャラクターの袋が欲しくて渡辺さんの分。そうそう。よし。はい。ちょっとじゃあここ買ってみましょうか。船橋屋。有名なんですね。ね。くず餅を買ったので、はい。ありがとうございます。なんかすごい有名なお店らしいですね。ここ。ここにも書いてあります。あ、本当だ。あそこに看板が出てます。うなぎ屋さんもあって、はい。蕎麦屋さんもあって、すごい、グルメもたくさんあります。本当ですね。なんか亀戸ってすごい食べ物屋さんめちゃめちゃ多いですね。そうですよね。うん。暗く小雪がちょっと怪しい。怪しいですね。はい、というわけでこれちょっと、少しなんだろう、作らなきゃいけない部分があるんで戻ってから、はい、ちょっと調理します。はい、ありがとうございます。に向かいます。はい、はい、くず餅です。はい、船橋屋さんのくず餅です。ちょっと我々ゲリラ豪雨に会いまして、アイリーさんがもうびっちゃびちゃなので、声だけして。はい、これだけの出演で、はい、はい、はい、これがくず餅という食べ物です。表の仲間なんですかね。そうですね。いただきます。いただきます。ごめんなさい。ありがとうございます。よいしょ。もちもちで。よし。いただきます。はい。よいしょ。美味しいですか？もちもちですね。おお。もちもちで。もちもちで。きな粉と黒蜜も、なんていうんですかね。はい。甘いんですけど、これ甘さ控えめというか、はい。うまくマッチしてます。甘すぎる。甘党の方にも、結構甘いのがあんま苦手、得意ではない方にもおすすめです。ありがとうございます。じゃあ、はい、こんな感じで今日締めたいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。